こんにちは、はるなです。この動画はリスニングとスピーキングを同時に上達することができます。最初にちょっと見てみましょう。これは学校です。これは学校です。これは学校です。This is a school. これは学校です。その後、リピート練習、シャドーイング練習もしてスピーキングのレベルも上げましょう。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。これは私の筆箱です。これは私の筆箱です。これは私の筆箱です。This is my pencil case. これは私の筆箱です。その店は静かですか？その店は静かですか？その店は静かですか？ Is that shop quiet? その店は静かですか？朝、犬に餌をあげてから出かけました。朝、犬に餌をあげてから出かけました。朝、犬に餌をあげてから出かけました。I fed my dog in the morning and then went out. 朝、犬に餌をあげてから出かけました。机のそばに小さなライトがあります。机のそばに小さなライトがあります。机のそばに小さなライトがあります。There is a small lamp next to the desk. 机のそばに小さなライトがあります。今日は眠かったので少し昼寝しました。今日は眠かったので少し昼寝しました。今日は眠かったので少し昼寝しました。I was sleepy today, so I took a short nap. 今日は眠かったので少し昼寝しました。この番号に電話して教えてください。この番号に電話して教えてください。この番号に電話して教えてください。Please call this number and let me know. この番号に電話して教えてください。父は週末のバーベキューの準備をしています。父は週末のバーベキューの準備をしています。父は週末のバーベキューの準備をしています。My father is preparing for the weekend barbecue. 父は週末のバーベキューの準備をしています。先生は新しいルールをご説明なさいました。先生は新しいルールをご説明なさいました。先生は新しいルールをご説明なさいました。The teacher explained the new rules. 先生は新しいルールをご説明なさいました。大事な書類を忘れて会社に戻ったことがあります。大事な書類を忘れて会社に戻ったことがあります。大事な書類を忘れて会社に戻ったことがあります。I've forgotten an important document and had to go back to the office. 大事な書類を忘れて会社に戻ったことがあります。雨に濡れたせいで少し風邪をひいてしまいました。雨に濡れたせいで少し風邪をひいてしまいました。雨に濡れたせいで少し風邪をひいてしまいました。Because I got wet in the rain, I caught a slight cold. 雨に濡れたせいで少し風邪をひいてしまいました。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。これは私の筆箱です。その店は静かですか？朝、犬に餌をあげてから出かけました。机のそばに小さなライトがあります。今日は眠かったので少し昼寝しました。この番号に電話して教えてください。父は週末のバーベキューの準備をしています。先生は新しいルールをご説明なさいました。
大事な書類を忘れて会社に戻ったことがあります。雨に濡れたせいで少し風邪をひいてしまいました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。これは私の筆箱です。これは私の筆箱です。その店は静かですか？その店は静かですか？朝、犬に餌をあげてから出かけました。朝、犬に餌をあげてから出かけました。机のそばに小さなライトがあります。机のそばに小さなライトがあります。今日は眠かったので少し昼寝しました。今日は眠かったので少し昼寝しました。この番号に電話して教えてください。この番号に電話して教えてください。父は週末のバーベキューの準備をしています。父は週末のバーベキューの準備をしています。先生は新しいルールをご説明なさいました。先生は新しいルールをご説明なさいました。大事な書類を忘れて会社に戻ったことがあります。大事な書類を忘れて会社に戻ったことがあります。雨に濡れたせいで少し風邪をひいてしまいました。雨に濡れたせいで少し風邪をひいてしまいました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。急に予定が変わって少し慌ててしまいました。急に予定が変わって少し慌ててしまいました。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。もっと練習したい方はメンバーシップ限定の動画もチェックしてください。英語を聞いて日本語の文を作る練習で1週間の学びをしっかり復習できます。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。